今回は特別編です。特別編？パソコン雑誌から当時を振り返ろう。当時の雑誌からその時の雰囲気を感じ取れればなぁという企画です。なるほど。ゲームの中身だけでなく買う時に参考にしていた雑誌を見てみようってことだね。そうですね。今回用意したのはコンプティーク1992年1月号ですよ。あれ、付録がついてるの？残念ながら付録はなくなってしまってます。それは残念。まずは欠かせない広告ですね。ポップルメールの広告ですね。さりげなく、英雄伝説2を来年出すぞと書いてありますね。英雄伝説って今も続いているんだっけ？続いていると言っていいのかわかりませんが、英雄伝説としてゲームは出していますね。次はテラドライブです。DOS、V？今普及しているパソコンの元祖ですね。これは、その DOS-V とメガドライブの両方が動かせるんですよ。へ、ゲーム機と合体しているんだね。それ以外にも、PC 側で、メガドラ側の68000にアクセスできたりもしたんですが、対応ソフトもあまり出ず、DOS-V としても、Windows の対応が 3.0 止まりなど、微妙な感じに終わってしまいました。そうだったのか。そして、マイクロキャビンの幻影都市も発売間近のようですね。サイバーパンクな感じのゲームなんだね。メガ CD などに移植されましたね。そして、同じマイクロキャビンからフレイの PC98 版が発売。MSX 版は、その前に発売されていますね。そういえば、このシリーズはまだやっていないね。サークのシリーズは結構長いですからね。ただ1、2は移植されていますが他はされていませんので考えてはいますよ。移植されていないならいつかやりたいね。一応、実況の方では移植されていないゲームを基本にしていますが、ジーザスのように移植されていない2のためにプレイもありですしね。後衛からは、新作の三国志3とヨーロッパ戦線、ロイヤルブラッド、信長の野望ですね。後衛って、信長の野望と三国志以外も結構シミュレーションあるんだね。シリーズで続きませんでしたが、いろいろ出しているんですよ。こちらは、ガイナックス、ナディアやプリンスメーカー、サイレントメビウスですね。アニメのガイナックスも、この時はゲームを出していたんだね。バトルスキンパニックは実況したいのですが、今ではちょっと難しいと思ってるんですよね。そうなの？そうなんですよ。ハミングバードソフトからは、ロードストー1002ですね。ファンタジーだっけ？このコンプティークから始まったテーブルトークのリプレイを起源にしたゲームですね。小説やアニメなど様々な展開をしましたね。98番は他のコンシューマとも違っていて、その世界の冒険者となって、いろいろな冒険を繰り広げる感じですね。そうなんだ。さて、広告はこれぐらいにして、こちらは販売のトップ20ですね。1位は、マウス操作が当時画期的だったブランディッシュ。2位、3位が、ザンイとアトラスでシミュレーション系が人気ですね。当時のシミュレーションは結構な人気だったんだね。そうですね。記事にもありますが、新作を控えたタイミングでしたので、安定した人気のシミュレーションが目立ちますね。次は、先ほど広告でも出たナディアの記事ですね。記事を見てみましょう。今や、日本を代表するソフトハウスの一つと言っても、過言ではないくらい現在勢いのあるガイナックス。もともとは、アニメーションの制作からスタートし、その後、ゲームの制作にも進出。そのどちらのジャンルでも、人気面、実力面、ともにトップクラスの評価を受けている。不思議の海のナディアは、そのガイナックスがアニメーション制作作業の中心となっていたわけで、今度、そのガイナックスが制作するパソコンゲームは、まさしく本物のナディアということになるのだ。作画スタイル、負もテレビ版と同じ、監督はパソコン版サイレントメビウス監督の生田武宏で、さらに、監修にテレビ版の監督の庵野秀明氏が参加。完璧なスタッフ構成で決定版を目指す不思議の海のナディアに、92年はまず注目だ。ゲーム画面がないけど絶賛作成中ってところかな。次はエニックスのホーリーナイト。アンジェラスの続編として作成となっているのですが、残念ながら制作は頓挫してしまい、結局販売はされませんでした。そうだったんだ。あれ、アンジェラスって。今度実況する予定ですよ。次はボーステックのランマ2分の1。あ、知ってる。98でゲームになっていたんだね。そうですね。シンプルなアドベンチャーな感じです。これもそのうちやりたいですね。ということで雑誌を見ていきましたがどうでしたか？
その当時の発売予定の雰囲気や発売した中で、根強い人気のあるものがあったりで面白かったよ。当時はこれで発売をワクワクしながら待ってたりしたんだね。他にも、こんな記事を見たいとかあるようでしたらコメントしてくださいね。実況してほしいゲームもあったらコメントしてね。まあ持っていないとできないので、希望に応えられればになってしまいますが。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。またね。